ナレーションのにわかです。挑戦者のにわからです。いきなしどしたし。これは新たな挑戦への準備です。24時間でマシンを製作します。深夜も動くので古民家を借り切って迷惑にならないようにします。養生をしっかりと行います。てかなぜ24時間？ハッカソンに参加したことが何度かあり、常々この挑戦をやってみたいと思っていました。つまりこれはルール無用24時間タイムアタック。EasyGCGC。設備はノート PC と工具と部品一式2台の 3D プリンターです。準備が完了しました。それでは始めましょうか。ルール無用24時間タイムアタックスタート。どこまでできるか楽しみです。モデリングをします。実績のある変調新シャーシを基本構成とします。前作の超軽量超変調新シャーシ UEC やバイカーですか。これと曲がるシャーシを合体させます。曲がるシャーシはシャーシ自体をステアリングにしてコーナースピードを向上させるやつですね。ところで24時間って制作時間的にどうなんですか？マシン設計から最終走行タイムを出すまでの時間で言うと、ギミックモリモリの超魔導は 70.0 時間、 UEC エアバイカーは 35.1 時間です。無理だ。基本構成はあるのでマシンの完成までは間に合う3段です。2秒2両第一目標としてどこまでいけるかです。シャーシ1号のモデルが完成しました。形状はほぼエアバイカーです。このわずかな隙間がシャーシの曲がりを実現させます。 STL ファイルへとエクスポートします。スライサーソフトに読み込ませます。スライスします。3D プリンターにデータを送信して印刷を開始します。印刷待ち時間は40分なのでお昼にします。冷凍庫からナッシュを取り出します。レンジに入れます。でナッシュ。私も驚いています。なんと冷凍宅配食サービスのナッシュのご提供です。おかげで今回の挑戦が実現しました。ルール無用24時間タイムアタックのように、時間に追われている時にこそナッシュの価値が発揮されます。レンジでチンするだけでも食べられます。この手軽さは本挑戦の助けになります。こちらはまだ低層を印刷中です。私はご飯と一緒におかずとしていただきます。食べ方は自由ですからね。糖質 30g 以下、塩分 2.5g 以下に抑えられています。美味しい。塩分に配慮しているのにご飯が進みます。正直薄口だと想像していたので驚きです。メニューは専属のシェフと管理栄養士が開発した約100種類から好きなものを選べます。栄養バランスに配慮された多彩なメニューはありがたいです。料理しないですからね。料理をしないのは洗い物が出るからです。普段も割り箸や紙皿、ペットボトル飲料で極力洗い物を減らす生活をしています。ペットボトルの蓋を開け閉めしすぎてタコができるくらいです。ナッシュは容器も蓋も全て紙素材なので、食べ終わったらゴミ箱に捨てて片付け完了です。素晴らしい。 3D プリントはまだ終わっていません。待ち時間での昼食でしたが、準備と片付けがすぐに済んだので時間が生まれました。部品の選定と準備をします。ローラーとモーター ESC は超画像から引き継ぎます。印刷が終わったので取り出します。シャーシを確認します。しっかりと曲がります。逆に曲がるとモーターがバッテリー台に当たります。ここは修正が必要です。モーターの固定は問題ありません。ローラーとのクリアランスもあります。バッテリーは少しきついです。確認した問題を修正します。印刷します。修正シャーシの印刷中に制御回路を作ります。在庫があるはずのマイコンの新品が見つかりません。ピンがついているマイコンからピンを外します。この作業は地味に時間がかかります。外し終えました。ピンヘッダーをハンダ付けします。DC-DC コンバーターをハンダ付けします。バッテリーコネクターにコンデンサとケーブルをハンダ付けします。配線をします。制御基板が完成しました。動作チェック。接続は問題ないです。プログラムを書き込みます。書き込み完了です。スマホと接続されません。解消できなかったのでコントローラーなしで動作テストです。撮影環境上コースアウト時にすぐに停止させる機能は必須なので、コントローラーは後ほど取りに戻ることにします。ひとまず動いてグッドです。ぶっ続けで作業をしているので疲れました。休憩しましょう。小腹が空きました。そんな時にもナッシュです。ナッシュにはパンのデザートもあります。こちらはバナナドーナツです。脳みそが甘みを求めています。うまそう。いただきます。甘みが集中して作業をしてきた体に染み渡ります。デザートも糖質が 30g 以下でバナナドーナツは 13.7g です。温めても食べてみます。柔らかくなりました。いただきます。温めるとより甘く感じます。ドーナツを食べながら録画ファイルの整理もしています。回復したので制作に戻ります。シャーシ第2号です。曲がります。逆には曲がりません。リアモーター台をストッパーに使っています。スライドの動きが悪いです。調整しました。シャーシの問題に気づきました。スキットローラーを取り付けるステーがないです。修正シャーシを印刷します。その間にローラーの脱脂とオイル塗布を行います。ゆとりオイルが見つからないので一旦後に回します。
シリコンチューブをタイヤに使います。そのためちょうどいい幅で切断します。印刷を進めていたタイヤ取り付け軸にタイヤをはめます。タイヤをつけます。ブラシレスモーターにタイヤを装着しました。ローラーを取り付けるカーボンロッドにマーキングします。チョップ、スティックスにします。印刷していた留め具を収穫します。シャーシ3号の印刷が終わりました。パーツは揃いました。悪くないペースです。夕飯にしましょう。温めます。温まりました。夕飯はスタミナ焼肉です。美味しそう。量が多めのボリュームメニューです。ボリュームが増えても糖質 30g 以下、塩分 2.5g 以下です。いただきます。夕食もご飯と一緒におかずとして食べます。うまい。焼肉なのでとてもご飯に合います。副菜もグッドです。これは確かにボリュームメニューです。お腹がいっぱいです。ごちそうさまでした。片付けが楽なのがとてもいいですね。必要なものを取りに戻ります。時間大丈夫ですか？組み立て間際なので大丈夫でしょう。それにタイマーも忘れるという大ポカもしているのでどの道です。ズコ、戻ってきたので穴を整えます。時間は0時前、あと9時間です。急ぎます。可動ステーの穴も整えます。ベアリングローラーの脱脂をします。ゆとりオイル塗り塗り。スルスルグッドです。可変ローラーステーに入れるバネの長さを整えます。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを取り付けます。固定します。カーボンロッドを差し込みます。固定具を取り付けます。ローラーを取り付けます。バネを入れます。可変ローラーステーを取り付けます。ストッパーを取り付けます。フロントがほぼできたのでプログラムを修正しました。ストッパーをつけたら動きが若干渋くなったので調整しました。良くなりました。ストッパーに固定具を取り付けます。カーボンロッドを差し込みます。固定具を取り付けます。ローラーを取り付けます。ローラーステーが干渉して回りません。修正しました。ローラーを取り付けます。固定具を取り付けます。ミラーリングします。制御モジュールを搭載します。モーターコネクタを接続します。バッテリーを搭載します。できました。IEC エアバイカーです。重量チェック。あれ、表示が0のままです。どうやらスケールは壊れているようです。後ほど測って 43.3g でした。軽いです。重心チェック。雰囲気ここらへん。動作チェック。グッドです。コースに置くとローラー幅がきつすぎです。ローラー径を 1mm 下げました。ローラー固定が圧入なので交換にすごく時間がかかっています。マシンのローラー幅はコース幅いっぱいなので斜めになると壁に引っかかることができます。カーブではシャーシが曲がり、タイヤの向きがカーブに沿うことで減速を防ぎます。幅が狭くなるウェーブセクションは可変ローラーで進みます。動き怪しいです。とにかく走らせます。ボタンを押している間はモーターが回ります。 100% です。5、計測スタート。3.37 終了。遅いです。やはりウェーブか。ちなみにシャーシはしっかりと曲がっていました。曲がり度合いもグッドです。ウェーブでの動きを確認します。可変ローラーが縮まりきっています。修正シャーシを印刷します。夜が明けてきました。印刷待ちになるので朝ごはんを食べます。冷凍庫からナッシュを取り出します。レンジでチンします。できました。朝の麹チキンです。いただきます。本企画の最後のナッシュです。今回は視聴者方々への5000円オフのクーポンをご提供いただいています。初回で6食を選択した場合は1食あたり386円で購入できます。概要欄の URL かこちらの QR コードから詳細をぜひチェックしてみてください。タイアップを記念して専用のページをご用意いただいています。ごちそうさまでした。最後のスパート頑張ります。シャーシを乗せ替えました。ウェーブチェック。滑らかに通過できるようになりました。スピードが上がることを見越して曲がり部を太くしています。動作チェック。やばい、マイコンが起動しないです。 DC-DC コンバーターが壊れました。あと1時間のタイミングでマジか。サイズが大きいものしか在庫がないです。マイコンにバッテリーを直接つなげるようにします。それやるとマイコンが瞬停して途中で止まりませんでしたか？コネクターにコンデンサーを入れているのでそこにかけます。どうでしょうか？マイコンは起動しました。まずは 75%、5。うわ、止まるか。サイズの大きい DC-DC コンバーターを空中配線でつなげます。なりふり構えないので。あと30分です。75%、5。2.623 秒。いい感じ。100%、5。
2.474 秒。吹っ飛ぶ気配がないのでローラーを変えます。下段ローラーの動きが渋いのでカーボンロッドを削ります。上段ローラーをアルミにしました。5。2.216 秒。タイムが縮んできています。充電をしながらコースコンディションを整えます。次が最後の走行になるからです。タイヤを拭きます。マスキングテープの粘着を溶かしてタイヤに塗ってグリップ剤にします。フェンスカーに習います。フル充電 100%。5。2.172 秒。無は2秒2里届かず、まだいける。スキットローラーが走行中取れたのでつけます。ラストアタック。5。もう1回。ルール無用24時間タイムアタック終了です。24時間で2秒2里は届きませんでした。最後はフロントモーターの配線が切れて動かなくなっていました。よく持ってくれました。おかげで 2.1 秒台を出せました。いや、いい挑戦でした。疲れた。の前に撤収です。ひえー。ということで今回はルール無用24時間タイムアタックに挑戦して 2.172 秒という結果になりました。やりたかった挑戦を実現できてよかったです。今回は第1回目ということで JCJC にしましたが、挑戦者と勝負したり、第三者が決めたコースレイアウトで書店で挑んだり、生放送にしたり、できたら面白くなります。生放送は大掛かりになりますね。全部一人の今回ですらかなりコストはかかっていて、ナッシュの提供のおかげで実現しています。ものづくりメインのこのチャンネルにお声掛けいただいたことに感謝ですね。動画内でもナッシュを活用しましたが、リモートワークの時に買い物に行かなくて済んでずっと寝巻きでいられたのがグッドでした。ズコ。あとはパッケージが優秀で一人暮らしサイズの冷凍庫にぴっちり収まりました。概要欄のクーポンページからぜひ試してみてください。これからも色々と挑戦していくので応援よろしくお願いいたします。それではまた、のし。